本当に言葉出なくなっちゃいました。はい、どうも、コーヒーに愛された男、粕谷です。お疲れ様です。お疲れ様です。今更なんだけど、はい。無印良品のコーヒーが美味しいらしい。おっていうのを聞いたんですよ。はい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 。で、結構周りにも美味しいですよっていう人いて、はい。うちのスタッフとかでも、はい。本当かよって、やっぱ思うじゃないですか。で、だって美味しかったら困っちゃうっていうかさ、はい。いいんだけど、さっきね植松くんと買いに行ったら、なんと4種類もあって、結構ありますよね。しかも棚結構使ってたよね。はい。で、豆もあるし粉もあるしみたいな、はい。あとドリップバッグもあったよね。何でもそう揃う。しかもあれでしょ、今回船橋のお店だったけど、もっとでかいとこだとなんかテツさん、これ銀座の無印、ぜひ行っていただきたいっていう。もはやちょっとそのコーヒー屋からすると低レベルでコーヒー豆がマジ並んでます。本当にやべえこれ何ってぐらい並んでます。そうなんだ。はい。すごいよね。無印ぐらいだって、全店舗にコーヒー置いてあるとしたらすごい量になるもんね。本当にそうですね。そりゃそうだよな。でもさ、そうこれでブレンド買ってきて、はい。結構驚いたのが、はい。なんか適当じゃないんだなっていう感じ。はい。っていうのも、今回さ、そのライトテイスト、ミディアムテイスト、ダークテイスト、あとカフェインレスっていう4種類買ってきたんだけど、例えばこのライトテイストっていうブレンドを見ると、ブラジルとガテマラの豆を合わせて軽めに仕上げましたみたいな書いてあるの。はい。で、後ろ見ても原材料名でさ、生産国名がちゃんとブラジルとガテマラしか書いてないんですよ。なんかよくありがちなのは、はい、どこ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 その他じゃん。わかりますわかります。ね。どこだよみたいな。そこ結構気になんだけどみたいな。はい、でもそれがない。で、こっちミディアムテイストになるとブラジル、エチオピア、グアテマラ。はい、すごくない？なんかエチオピア使ってんだみたいな。はい、でそれもやっぱその他も入ってないんですよ。しかも俺今すごいこと気づいちゃった。これ後で言うね。はい、でこれダークテイストの方はブラジルとインドネシアを合わせた深入りの香ばしさ、キレの良い苦み。そうだろうなって感じするよね。そうです。ブラジルとインドネシアが合わさってたら、はい、確かにダークにするんだったらこの2つはいいだろうなっていう組み合わせ。なんかちゃんとした人たちが絶対入って作ってるじゃん。いや、そうですね。なんか雰囲気的にそう感じさせる。上手。でカフェインレスはね、なんか 97% カットだって。だからめちゃくちゃカットしてるわけではなさそうだね。なんか結構多いのはもう今だと 99% とかさ、ありますよね、ほぼカットしちゃってるけど、はい、それはやり方の違いで、これはホンジュラスを使ってるんですよ。そこもまたね、チョイスが渋いというか。渋い。しかもなんか狙いが。これはなんかオーガニックコーヒーらしいんですよ。はい、ホンジュラスは。はい、おー、なるほど。オーガニックでカフェインレス。そうそうそう。いいですね。いい客層に響きそうだよね。そうですね。っていう感じの、4種類なんだけど、はい、しかもまたなんかすごいことに気づいちゃった。いや、この無印なんで販売者はさ、良品計画なんですよ。はい、株式会社。はい、でもこの3つ、はい、このブレンドの製造所、はい、見てみると小川コーヒーです。そうなんですね。だから小川コーヒーがこれ焙煎してんだよ。でもこれちょっと間違ってたらあれですけど、銀座の無印はシングルオリジンめちゃくちゃあるんですけど、あれは確かあそこで焼いてる。小川？いやじゃなくて無印が。そうなんだ。銀座のと
ころ、ただもしかしたら全国他にも何店舗かあるかもしれないですけど。なるほどね。なんか本気じゃない？いや、わかります。そこで小川コーヒーが入ってくるっていう。そうなんだ。いや、なんか道理でって感じするね。豆のチョイスとかさ、はい、あとこんだけ大量に供給するのもさ簡単じゃないから。そうですね。小川さんが絡んでんだったらそれは可能だよなって思った。で、なんでこれだけ違うかっていうと、はい、これ製造所こっちは UCC なんですよ。おそこは違うんですね。へーと思って、なるほど。多分仕入れられるのがこっちが、まあカフェインです。大量に仕入れられるのがこっちなのかもしれないけど、まあなんかいろいろあるんだろうね。まあなんとなくわかります。はい、というわけでね、今日ちょっとこれを実際に入れて飲んでみようかなと思って。はい、で、まあサクッと入れて、はい、まあなんかこれだって 200g750 円だよ。めっちゃ安くない？うちの今ブレンドが 200g で、まあ、2000円はしないけど、はい、でも倍以上すると思う。だからまあそのぐらい価値観ってか満足度が半分になるのかどうかだよね。ちょっとじゃあこれを入れてみようかな。でもこれでさ、マジでこれでいいじゃんとかってまあなんないと思うけど、さすがにでも美味しいんだろうな。ちょっと飲んでみましょう。はい、開封も終わったんで、ちょっと最初色味を、はい、見てみようかな。これライトもミディアムもそんな変わんなくね？なんならライトの方が深いんじゃねえかっていう。まあでもあれか、焙煎度合いを変えてるとは書いてないもんね。ライトテイストって書いてます、ね。そうだね。なので多分こっちの方が使ってる豆的にブラジルとガテマラだから、まあいい意味で主張がそんなにないような味わいにしてるんだろうね。軽やかな感じで軽めな味わいが好きな人向けの。でこっちはまあ、ミディアムテイストで、まあ、甘い香りと程よい苦味酸味って言ってるから、まあ、多分ここで初めて酸味って出てきてるからね。多分エチオピアとかのが目立ってくるんじゃないかな。なるほど。ちょっとじゃあこの辺入れてみますか。なるほど。なんかなるほどっていう感じの。まあ今回 11g、じゃあ 15g で。はい。なんかね、全然まずい匂いはしない。逆に言うと。なるほど。まあこのぐらいの焙煎度なんでね、90度ぐらいのお湯で入れていきます。入れ方は特に今日は46で入れられてる、うん、もう46だよね。確かに俺ミディアムテイスト好きかも、香りが。うん、なんかやっぱどことなくエチオピア感は出てるね。今回 15g で中粗挽きぐらい、まあ中挽きぐらいかな。で 45g のお湯を、まあ、5回注ぐだけと。はい、まあこっちはなんか、まあ、軽いかな。こっちはなんかフルーツ感はちゃんと出てる。こっちはまあ軽いっていうか、まあなんかおとなしい感じの香りかな。まあすごいフラット、まあいい意味でフラットな感じの。ブラジルとグアテマラの豆の組み合わせっていう。まあ多分目立たないような。そうですよね。キャラクターがあんまりこう。主張させないような
まあライトテイストって言ってるぐらいだからね、まあ、軽い味を目指したんだろうね。こっちうまそうだなミディアムテイスト。まあライトテイストはなんか、はい、まあ多分ライトなテイストの普通なコーヒーでも全然ダメじゃない。全然ダメじゃない。それこそライトなすごいすっきり飲めそうな予感しかしない。ちょっと先にじゃあライトテイストいってみるね。なんかさ、ブラジルガテマラって聞くとさ、すごいなんかめっちゃフラットでナッティーでとかさ、はい、あんまりその躍動感を想像できないけど、はい、これ結構あるんだよね。まあチョコレートナッツもあるけど、少しイチジクみたいな印象。ありだな。これ750円なのこれ1000円って言われても買う、はい、1000円でも買うね、はい、1500って言われたらいやそれはないでしょって思う。なるほど。けど1100円とか刻んでいきますね。まあでも1000円だったら全然安ってなるかも。でもまあっていう感じの味だよ、でもその高いとは思わない。750円で良さはちゃんと出てるね。でもやっぱりその少し粉っぽい感じは出てきちゃうかも。なんか、まあ、そういう価格帯のものに特有のね、ちょっと引っかかりがある。そうでも全然十分だよこれで。ちょっとミディアムいってみるね。もうね、はい、絶対うまい飲む前からこれは脅威だね。これは脅威ですよ本当ですか？これはやばい。そんなにですか？これはちょっと普通にめっちゃ美味しくないですかこれ？美味しい。これ790円でしたっけ？750円。200g で。750円。あ、750円。マジですか？値上げしてくれ。てかこれふと思ったんですけど、ハイブリッドで入れたらこれそれダメだ。ダメだね。思っちゃいました。なんか言葉が出てないですねこれ。本当に言葉出なくなっちゃいました。そっか。すごい時代ですね。これが買える時代なんだね。小川コーヒーさんなんかちょっとやりすぎたんじゃないやめてよみたいな、うまい。普通に美味しいですよねこれ。いやちょっと私も今正直舐めてました。これは舐めるよね。だって 200g1000 円しないコーヒーだよまあもちろんね、俺が前にもやってるマイルドカルディとかもそのぐらいの価格だからまあ普通に美味しいなとは思うけど、この美味しさってちょっとさその価格帯の美味しさじゃないよね、ちょっと抜けてるよ。抜けてます。なんか
200g1000 円を切るブレンドの味ってこういうのだよねってなんかあるじゃん。固定概念がそうありますよね。別にすごい酸が出てるわけでもなくフルーティーは絶対に感じられないだろうし、はい、まあ良くも悪くもなんか普通のコーヒーっていうイメージだけど、これもう残りの2つやる気なくなったもん俺今。うますぎじゃないこれ。ちょっとこれ取っとこう。はい。取っときたいな。これやば。なんかライトテイストの時のリアクションとです。いやだってさライトテイストはまあまあはいはいはいっていうね。ああなるほど。まあこういう味だよね。はい。そりゃだってこの価格の制約の中で作るんだから、まあこれを作れただけですごいなって思ったけど、ミディアムはこれちょっと言葉失っちゃうね。普通にちゃんと美味しいコーヒーですもん。いやそうなんだよね。本当に。参ったな。参っちゃうよなこういうことやられると。本当にすごいっすわ企業努力。じゃあ、はい、続いてダークテイストとカフェインレスやりますか。はい、マジかよこれ。ダークは確かにめっちゃ深いね。あ、色からしてうん。カメラ側見ての左側がダーク。こっちがダーク、こっちはカフェインレス。香りも普通にダークっぽいね。美味しそうだね。カフェインレスはまあなんかカフェインレスの感じある。ちょっと違和感。なるほど。じゃあ入れてみますか。こっちは少し温度低めにしてます。多分87、8度かな。うん。まあ88度ぐらい。もうちょっと低くしてもいいかもしれないね。実際入れるときは。じゃあこれもベーシックな46で入れていきます。はい、15g 使用なので 45g を5回。こういう大手のやつってさ、はい、まあ、賞味期限だけ書いてるケースがほとんどなんだけど、はい、大抵1年で設定してるよね、焙煎日からね。なのでこれは2025年の12月25までなんで、はい、まあ2ヶ月ちょい前か。まあなんかこういうコマーシャル品にしてはいいのを当てたかな。確かに。でここで90まで注ぎますと。でこっちが10月30までだから、まあ焙煎してから4ヶ月ぐらい。これちょっと深読みすると、売れてる豆ほどもしかしたら新しいっていう、そうだね。そういう読み取り方もできるかもしれないですよね。まあタイミングにもよるからね、なんとも言えないんだけどね。まあでも遠いものを買った方が新鮮は新鮮なはず。うん、なんか深い焙煎の匂いがする。まあでも好きな人多いですよねこういうのも。まあね、美味しいよね。俺はたくさんは飲めないけど、なんか食後とかさ、わかります、はい、こういうなんかがっつり深いやつとか飲みたくなる時あるよね。ちょっと脂っこいものを食べたとか、ああそれさ、苦いので最高だよね。口の中のなんか油っぽいのがさ全部流れてく感じするね。ちょっとなんかこのカフェインレスの方は俺ちょっと好きじゃないかも。香りがですかね。はい。なんか最近さもう、はい、まあスペシャルティのグレードだからかもしれないけど、俺らみたいなさ、はい、カフェインレスでも美味しいじゃん。わかりますわかります。はい。だいぶ美味しくなりましたよね。そうそうそう。なんかそういうのに慣れちゃってるからか、はい、まあ、従来のカフェインレスの味はちょっと受け付けなくなってるかもな俺。まあまだ飲んでないから何とも言えないけど、香り的にちょっと厳しそう。ああ、なるほど。ちょっとこの辺深入りなんで3分で終わるように、はい、ちょっとだけ
インターバル短くしてます。じゃあまずはダークテイストね。はい、今日結構久しぶりにこんなにコーヒー飲んでるからちょっと気持ち悪くなってきてる。夜眠れなくなりそうですね今日ね。結構今日飲んでますね確かに。ありだわ、もうやだ本当にいやまあもちろんケチつけるとか言いたくないけど、それはもちろんその750円のクオリティな部分はあるけど、普通に飲めるよ、美味しくどうなってんだよこれ。大手ってすげえ。美味しいよ。まあうちのブレンドと比較した時には、多分うちの方が圧倒的に美味しい、はい、これはもう間違いない。うちの14番のダークブレンドはもっとクリアな深入りの味がする。口当たりがここまで雑じゃない。もうね、悪いところ必死で探さないと言えないぐらいクオリティは高いけど、はい、まあスペシャルティグレードのものと比べた時には、まあ、確かに舌触りが俺は気になるのと、はい、後味のえぐみは気になりはするけど、でもこれ一般のただコーヒーを好んで飲んでますっていうコーヒー好きなだけだったら何とも思わないよねそうですね。なんかこれが深入りの味だって思うと思う。マジかよ、どうなってんだこれ。だって入れてる時から香り良かったもんまあいわゆる深入りのいい香りっていう、あの香りですよね。で、心地よいスモーク臭もあるし、最後せめてカフェインレスだけボロクソに言おうかな。これはどっちの表情ですかいや普通に飲める。ああ、なるほど。思ってたより悪くない。もちろんなんかね、少しそのタバコっぽい感じというか、はい、それが気になりはするけど、はい、うえとはならないね全く。ああ、なるほど。カフェイン取りたくない時に飲むコーヒーとして、はい、であと手軽に安く飲みたいんだったら、またこれが売れるだろうなって思う。普通に牛乳入れてカフェオレとかにすればなんか全然美味しくなりそうですね。いや普通にブラックでも飲めちゃうもんまあでも俺だったら牛乳入れるかな。まあでも結構女性とかがなんか好きそうなこのカフェインレスでオーガニックでって。そうだね。あとなんかオーツミルクとかさ、アーモンドミルクとか、ね、そういうなんかちょっと体にいい感じで飲むっていうスタイルもありかもしれないけどね。でも普通に飲める。普通に飲めちゃダメなんだよさすがにそこはもう無印さんですから。いやまあそうなんだよな。美味しいねやっぱり。なんかでもさ、もうミディアムの衝撃。なんかこれ本当にこれがミディアムなんですけど、くそうまい。冷めてきてもうまい。衝撃的にうまいいやなんかこれもう YouTube のレビュー関係なくマジでちょっと衝撃だよこれ全国の無印でこれを買えるわけですよね。信じたくないけどね
すごいマジで。あ、そうですか。すごいですね。これと不揃いバームで。いやもう十分かも。しかもこれ確かね 500g ぐらいの大容量持ってたよ。ってことはもっとそれは安くなる。なるでしょ絶対。うわこれ常備しちゃうかもしんない。いやなんかさ他の YouTuber の人たちがさ無印のレビューしてたからさ、はい、若干見てコメントにもミディアム美味しいですよねみたいなコメントがあったんですよ。はい、でまあ一般的には美味しいんだろうなってこういう価格帯で、はい、って思ったけどマジでうまいねこれ。やば引き締めないといけない俺らは。スペシャルティーコーヒーは使ってる人たちはもっと身を引き締めて大手の襲来に備えないといけないって思いました。やばいね。いやさすが本当にさすが小川コーヒーお世話になってますなってるかな分かんないけど。というわけでじゃあ今回は、はい、無印良品のブレンド3種とカフェインレス買ってきましたけど、おおむね価格以上の味わいでした。特にミディアムテイストこれやばいこいつマジでやばいからぜひ皆さんも一回は試してみてください。というわけでじゃあまた次の動画で会いましょう。お疲れ様です。はい OK です。はい、うまい。ちょっとさくら飲んでこれ本当にうまい。驚く。本当にミディアムやばいこれ。